皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はロシア情勢についてです。いつもだとウクライナ視点での話が多かったわけですが、さすがに今日はロシア中心の話にならざるを得ません。ロシアで大統領選挙が行われ、その結果が出ました。今回はその話題を中心としてお話をしましょう。1、ロシア大統領選、北朝鮮式選挙が終わりました。終身大統領への道を歩んでいます。2、新たな侵略の種まき。モルドバで駐留ロシア軍ヘリが突撃ドローンの攻撃で爆破されるということが発生しています。こちらがロシアで行われた大統領選挙の結果。左から2番目プーチン大統領が 87% の得票を得て圧倒的な国民の支持を受けて大統領に再選しました。とされるものです。さて、ここで見ておかなければならないのは、プーチン大統領以外にも一応立候補者がいたんだなという話ですが、これらの人たちは基本的には誰もがプーチン大統領の言いなりになるような人物たちで、あくまでも大統領選挙が行われたという既成事実を作るための頭数を揃えるための立候補者に過ぎません。そのため非常にわかりやすいのですが、わざわざプーチン大統領以外の候補者についてはほぼ横並びの得票率になっています。誰かが極端に低いわけでもなく、誰かが極端に高いわけでもなく、事前の申し送りの通り、それぞれ地区の選挙管理委員会が事前の申し合わせ通りの得票結果を中央へと上げているのでしょう。今回のロシアの大統領選挙については結果としてはもう始まる前からそういうものだねという解説をしましたが、全くその通りになりました。このことに関しては特に誰も驚きはないでしょう。ただ、この一報を受けて大喜びしている人たちもいます。それは親ロシア派の人たちです。今回の選挙結果をもとにして、プーチン大統領はロシア国民の大多数どころか、ほとんど全ての人たちに支持される絶大偉大な指導者であるといったような話などをしています。西側の報道においてはプーチン大統領がいかに悪辣な人物であるかを報道しているが、それは嘘である。ロシア国民に愛されているんだというようなお話をするのに、この選挙結果を利用しているわけです。そのような人が本当にいるのかなと疑問に思われる方は、ぜひとも親ロシア派の人たちが非常にたくさんいる Yahoo ニュースのコメント欄などをご覧ください。それは一旦横に置いとくとしても、まず第一に指摘しておかなければならないのが、私はロシアの選挙は北朝鮮式だというような表現をしましたが、これは結果が最初に決まっていて、その結果に合わせる形で儀式として選挙を行っているからだというふうに私は考えているからです。選挙というのは国民の支持を受けた人が指導者になる、このような仕組みですが、それはあくまでも正常な形で行われていたらの場合で、権力者の方が自分の思いのままにその選挙結果を操れるのであれば、自分の権力を維持するための口実作りに過ぎません。正当性が自分にはあるんだということを言うがために儀式として行われるわけです。ちなみに北朝鮮においても一応支持率は 100% ではないとされています。それは反対票を投じる人がいて、その反対票を投じた人に対して、私はお前のような反対意見を言う者についても存在を認めよう。なぜならば私はそのような異論を言う者にも耳を傾ける非常に懐の広い寛大な人物であるからだ。というような茶番を見せて、みんなでその姿を見て万世万世と称えるというのが、一種の見せ物になっているからです。ロシアにおける大統領選挙においても支持率が非常に高いですよというのは、そのような国民の支持が高いんだから、この国民の支持の高い指導者の行う政策についてはみんな従いなさいよという国家ぐるみの国民洗脳の一つの形なわけです。もちろんこうした話には一つ指摘すべきポイントとしては、そもそも強いものに従う、そういった気質がロシア人にはあるんだという人たちもいます。確かに指導者の人があれこれ決めてそれに従えばいいというのはある程度楽さはあるでしょう。しかしその楽さの中には当然のように非常に残酷な社会の仕組みが潜んでいます。例えばプーチン政権に反対する人たちはそもそも大統領選挙に立候補者を送り込むことができません。たとえプーチン大統領を批判しなかったとしても、
ウクライナに対する軍事力の行使そのものに反対しても、やはりそちらの方も大統領選挙への立候補は認められませんでした。プーチン大統領を批判している人は最もダメですし、たとえ大統領を否定していなかったとしても、今ウクライナに対して行っているのは特別軍事作戦であって、そもそも戦争ではない、戦争と呼ぶなというようなことが、今のロシアでは法律に基づいて言論弾圧されており、その言論弾圧に耐えられない人は、どんどんと国外へと脱出しています。また、プーチン政権下においてこうした言論弾圧の動きというのは今に始まった話ではなく、ずっと前から継続的に行われてきました。そのため、プーチン政権を批判する記事を書く会社や記者といったものは次々と会社が潰されたり、記者そのものが暗殺ではないかと見られるような形で銃撃されて死亡したりなどもしています。そして選挙中にあっても当然のようにこのような取り締まりは継続的に行われていますから、多くの人々が国家という巨大な暴力装置に怯えるような状態になってしまっているわけです。このような状況下で行われた選挙で支持率が高かったね、だから国民に愛されているんだねという話は、周りの状況を全て無視した暴論だと言えるでしょう。さて、そんなプーチン大統領なわけですが、任期が何年ありますよ、これから先何年間は最低でも大統領をやりますね、なんていう話を地上波放送のニュース解説などでは見られます。私はこの話というのは確かに現在の形式であればそうなのですが、プーチン大統領はなんだかんだ言ってこれまでも何度か憲法改正などを取り組んで大統領の権力や任期についていじくり回してきました。そのようなことを考えると、彼が大統領を辞める日というのは全く想像できません。彼が目指すのは最終的には終身大統領か、もしくは大統領以外の職を作って、その職に全ての権限を集めるような形で、やはり自分が亡くなるまで権力者であり続けるのではないかと思っています。大統領が嫌なのであれば、中心の執政官やいっそ中国みたいな国家主席といった名称を作ってそこに権力を集めるかもしれません。議会も彼の言いなりになっている以上、そのような自分にとって都合の良い体制へとどんどんと作り変えることはどうともないことでしょう。そうした意味において現在のロシアがさらに侵略行為を継続するというのは自然な流れとも言えます。彼の野望というものがどこまで続くかというのは当然のように誰にもわかりません。彼の頭の中にしかゴールラインは見えません。ただし、これまでの行動からすると、彼の目指している先というのが、もっともっと軍を進めて、ロシアという国を広げたいんだなというのは感じます。というのも、プーチン大統領は NATO の東方拡大といったことを批判してきたわけですが、しかし、ウクライナに侵略することによって、スウェーデンやフィンランドが NATO に加盟し、NATO 加盟国はさらにロシアに密着する形となっています。そして侵略した先であるウクライナの東南部4州についても干渉地帯として残すのではなく、ロシア本国領に併合するという話をしています。この先にあるのは、ウクライナ全領の占領を目指すという動き、もしくは、ウクライナを完全な属領化することです。このようなことを行う動機としては、ウクライナという国はソ連邦崩壊以降に独立してしまった、本来であれば、存在そのものが認められるようなものではない、あくまでも崩壊の混乱時に生まれてしまった出来損ないのようなもので、この歴史を修正しなければというような話をしていました。だからこそウクライナの領土を直接的にロシア領へと組み込んでしまうという動きを見せており、今後彼の望みというものがウクライナにとどまることはなく、かつて存在したソ連の勢力圏を自分の代で、しかもそれをロシアという国によって再現しようとしている可能性すらあるわけです。だからこそそのような気配がプンプンとするからこそ NATO に加盟している。しかしそれに安心せず、東ヨーロッパ各国は軍事力を強化する動きへと前進し、またウクライナへの支援も非常に積極的に行っている国が多いわけです。逆にかつてのソ連を知っているからこそ、いっそのこと再びソ連の支配下に収まってしまっても構わないかなと思うような人たちもいるわけで、そのような人たちが過去の暗い歴史の部分についてバッサリと捨て去って、
かつてのソ連時代の生活は良かったなみたいな話をしながらロシアに併合する日を待ち望んでいるなんていう話も聞きます。そしてそのような話としてちょっと今回取り上げなければならないのがモルドバです。モルドバはウクライナの西側にある小さな国です。そこでこんな事件が発生しました。こちらのヘリはモルドバ内のロシア系住民たちが自称共和国を名乗っている場所にあるロシア軍ヘリです。この地域はロシア系住民らが政府による管理から逃れるために武力闘争を起こし、ある一定地域を自分たちの勢力圏として管理しています。そこにロシア軍兵士たちも駐留し、ある程度武装も置かれています。そこでロシア軍の管理しているヘリに攻撃が行われました。その映像がこちらです。自称共和国側の話としては、ウクライナの領土であるオデーサから突撃ドローンが突っ込んできて、ロシア軍のヘリを攻撃し爆破したんだという話をしています。これは少し前の話なのですが、自称共和国の人たちがロシアに対して自分たちは弾圧されていて危険な状態であるから、どうかロシア軍が我々を保護してほしいと要請したことがありました。このような流れというのは、かつてウクライナ東部において自称共和国の武装勢力がウクライナ軍と交戦し、早くロシア軍を本格的にウクライナに入ってきて我々を解放してくれという、そのような物語が作られたのと同じような仕組みです。ただ、今回のロシア軍ヘリの爆破なのですが、このヘリ、ちょっと普通のヘリではありません。こちらはヘリの残骸なのですが、よく燃えたものです。このヘリには一つ問題がありました。というのも、確かにロシア軍の管理しているヘリではあるものの、このヘリはもう20年以上前からこの場所に放棄された全く使えないヘリなのです。つまり自作自演で自分たちは攻撃されたんだから、攻撃されている私たちを救ってくれるロシア軍は解放軍だというストーリーを作っているわけです。このような話は非常にバカバカしいなと思えるわけですが、しかしバカバカしいなと笑ってもいられないのが現実問題。ロシア軍がウクライナに侵略するときにそのようなストーリーは非常に多く作られました。2014年、ロシア軍がクリミア半島を奪った以降において、東部においては自称共和国を名乗る人たちが武装し、ウクライナ軍と交戦しました。この時の主力の武装としては、ロシア軍の武装が大量に投入されたことから、ウクライナ軍が押されてしまい、偽装ロシア兵を排除することができませんでした。今のところモルドバは陸路でロシア領から直接入ることができないので、ロシア軍が解放軍だと自称してモルドバに侵攻することはできません。しかし、あくまでも今は種まきの段階だとすれば、こうしたストーリーというものをいくつも積み重ねることによって、親ロシア派の人たちは、ロシア系住民が虐殺されているではないか、何度となく平和を求めたのに弾圧してきたのはモルドバ政府だみたいな話をしながら侵略を正当化するための口実を作っていくわけです。事実がどうかなど関係ありません。基本的にはストーリーを作っておくというのが侵略の要素なわけです。こういったストーリー作りといったものは別に失敗しても成功してもどちらにしてもロシアとしては気にはしないでしょう。失敗したところでそんな話もあったねと笑い話になるだけですし、今回のように解体処分費がもったいないからとただ朽ちるだけのヘリを爆破してそんなストーリーが作れるんだったらお芝居としては安上がりだと考えているかもしれません。ただこのようなことから学べることがあります。侵略を行おうとする側はその侵略の口実をいくらでも自作自演し、それらを積み重ねることによってあたかも本当にそのような侵略の口実が正当化であるかのような振る舞いをします。だからどんなに右霊にしようとしていても難癖をつけて侵略は行われるというのが現実なわけです。これは国家レベルの話だとなんだかそこまでするのかと疑問に思うかもしれませんが、個人レベルで見れば別にさして珍しいものではないことにお気づきでしょう。日本人というのは基本的には善良な人が多いとはされていますが、しかしそれは割合として多いというだけであって犯罪そのものは別になくなったわけではありません。凶悪犯罪に一生を捧げるような人もいれば、心の根っこから他人を不幸にすることを喜んでいるような人がいることも無視してはいけません。そしてそのような自分の目的のために他人を踏みつけにしても全く構わないという人物が権力者になった場合においては、周りの人々は振り回されていき、それが今まさに
国際社会全体をも巻き込むような話へとつながっているわけです。歴史に if はありませんが、2014年ロシアによるクリミア侵攻、そしてクリミアの併合といったものに対して、あそこの場面においてもっと強くロシアに対して制止をかけていれば、歴史は以後大きく変わったかもしれません。しかし、現実問題そうではないわけですから、少なくとも歴史から学べることは学んで、未来においてもっと悪いことが起きうるような状況へと進んでいることを、私たちは私たちで日本の政治に反映することを目指すべきです。侵略したい側は、損得関係なしでやろうとするときはやる。しかも、その損得というのは、例えば国家として大損だといったような話も、個人の思いにしてみれば全く関係のないということも覚えておかなければなりません。中国が台湾危機を起こしたとしても、中国にとっては経済的な打撃になるからそんなことしないよねという話をするのは、あくまでも損得感情の話であって、習近平国家主席の心の内の話ではありません。彼自身は別に財産については全く気にしないほどの富豪ですし、国民経済が本当に困ったとしても、じゃあその分だけ人を減らそうかという昔の独裁者の考えに染まってしまえば、何ら戦争の歯止めにならないということは、今のプーチン大統領を見てもお分かりでしょう。現在のロシアによるウクライナ侵略というのは、ロシアの未来にとっては何にも得にはなりません。全て損することばかりです。多くの人々が傷つき、そして多くの知識人が国外へと逃れ、国際的な信用としても発展著しい欧米と対立して一体何になるのでしょう。しかしそれはあくまでも経済的に得か損かといったような話であり、プーチン大統領の目指しているようなかつてのソ連の勢力圏を取り戻したいという野望に比べれば、さして歯止めにならないというのが現実なわけです。というわけで今回のお話はここまで。余談なのですが、2014年クリミア半島、ロシアによる併合が起こったわけですが、今から10年前の出来事です。10年前自分が何をしていたかなと思い出そうとしても、ちょっとわからなかったので、改めて履歴書なんかを見直してみました。その頃の私は、小型エンジン付きの仮払い機を使って公園の草刈りを四六時中やっていました。夏になればもう草がボーボーになって、もう毎日のように暑い中で草刈りをするのがめんどくさいなみたいに思いつつも日々を過ごしていたわけで、10年も経つと人生いろいろ変わるもんだなと思いました。逆に言えば今から10年後先の未来において何が起こるかというのは当然のように分かりません。もう10年経ったら私はすでに肺になって骨壺に収まっているかもしれませんし、10年経ったら科学が劇的な進展をしていて、私は全身擬態へと移行しているかもしれません。そういった個人的なことだけではなく、10年後の未来においてもプーチン大統領は大統領のままでいるかもしれませんし、戦争そのものについてもまだまだ継続しているかもしれません。その時の侵略先はウクライナではなくて、もっと他の国かもしれませんし、まだウクライナと戦っているかもしれません。言えるのは、ろくでもない未来よりも少しでもマシな未来へと未来を修正できるようにちょっとでも活動することでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。